本日もお疲れ様です。とっとお米チャンネルマイカです。今回は生きていることに感謝するという深い話をさせていただくのですが、この話を今しようと思うきっかけとなったのは贈り物なんです。なんとこのチャンネルを見つけてくださったニューヨークの方から贈り物が届いたんですよ。なのでそのお話とその他雑談多数をお送りいたします。皆様は夏という季節がお好きですか？私は暑いのが苦手なので夏も苦手なのですが、 ASMR 動画を制作し始めたので夏がさらに苦手になりそうです。エアコンや扇風機などは ASMR 動画を撮影する際に音が入ってしまうのでつけられないんですよね。なので夏の撮影は ASMR 投稿者にとって本当に地獄だと思います。集まアーティストさんで夏が好きな方っているのかな？実はまた1時間を超えるであろう長時間の動画を作る予定があるんですよ。投稿は夏の終わりくらいになるかもしれないのですが、一人でも多くの方に気に入っていただける作品をお届けできるように、苦手な夏も気合を入れてやっていきたいと思います。メラメラメラ。皆様、稲森和夫さんという方をご存知でしょうか？京セラや KDDI を創業し、大企業に育て上げたり、倒産した日本航空の会長に就任すると、わずか2年8ヶ月で再建を果たしたり、功績はそれだけにとどまらないのですが、日本を代表する実業家の方です。本当にすごい方です。稲森和夫さんは数々の名言を残されているのですが、これからその中の一つをご紹介させていただきます。生きていることに感謝する。人は自分一人では生きていけません。空気、水、食料、また家族や職場の人たち、さらには社会など、自分を取り巻くあらゆるものに支えられて生きているのです。そう考えれば自然に感謝の心が出てくるはずです。不幸続きであったり、不健康であった
感謝をしなさいと言われても無理かもしれません。それでも生きていることに対して感謝することが大切です。感謝の心が生まれれば自然と幸せが感じられるようになってきます。生かされていることに感謝し、幸せを感じる心によって人生を豊かで潤いのあるものに変えていくことができるのです。いたずらに不平不満を持って生きるのではなく、今あることに素直に感謝する。その感謝の心をありがとうという言葉や笑顔で周囲の人たちに伝える。そのことが自分だけでなく周りの人たちの心も和ませ、幸せな気持ちにしてくれるのです。私、YouTube を始めてから時間的には余裕が全くなくなったんですよ。まず動画を作るにしても企画をするじゃないですか。どんな動画が伸びるのか分析して、でもその伸びる動画を作ってもそこに自分らしさを入れられるのかとか、自分のビジョンに沿っているのかとか、だいたいその企画が固まってきても自分の撮影環境で実現できる内容なのかとか、小道具はどういったものが必要か、自分が投稿している他の動画と雰囲気が被らないか、視聴者さんが飽きないかとか、撮影に至るまでにもいろいろ考えすぎて時間がなくなるのですが、そこから撮影の準備や撮影、編集と投稿の際に字幕や翻訳、あとは SNS を定期的に更新するために内容を考えたりね、時間が足りないと思う日々なわけです。しかし時間の余裕はなくなったけど、心には少しだけ余裕ができた気がするんですよね。なんでかなって思って分析した結果、感謝をする時間が増えたからかなと思ったんです。もともと私は思ったことをすぐに伝えるタイプなので、ありがとうとか今幸せだわとかプラスな感情はすぐに言う方なんですけ
始めてコメントをいただけるようになって、それを返している時ってもうありがとうしかないんですよね。私の動画を見てくださってる方って素敵な方ばかりで、嬉しいこととか温かいお言葉を本当にたくさんくださるので、それを読んで自分もありがとうを返していると、心が癒されて幸せだって感じて、その温かい感情がもやもやとかマイナスな感情をこう包み込んで、ギュッとしてくれて、その分その心に余白ができる感じがするんですよね。で、この感覚が一般的なのかわからなかったので、この動画を撮影する前に感謝すること、スペース、余裕でGoogle 先生に聞いてみたら、いろいろ出てきて、なのでやはり感謝することと心に余裕が生まれることは関係があるみたいです。でも稲森さんの言葉にもあるように、不幸続きであったり不健康であったりする場合は感謝をしなさいと言われても無理じゃないですか。私は無理でした。正確には昔は無理な時が多かったです。でも身近に不幸が続いた期間があって、その時から生きているだけで幸せなことなんだって思うようになったんですよね。思うようになったというか、思うようにしたかな。自分の感じるままに生きていても幸せになれないと思ったので、自分で自分のコントロールをしないと、思考のね、コントロールをしないといけなかったんですよ、私の場合は。辛いこととか重なると、そこから幸せを感じるなんて無理だから、自分で自分の頭をまず幸せにしないとなって。初めは無理やりだったと思うけど、そこから本当にそう思えるようになってきて、心もちゃんと幸せを感じられるようになったんですよね。なので、先ほども言いましたが、私が一番初めに行ったのが、生きていることに感謝するということ
朝目覚めることができて、日の光を浴びることができる。ご飯の味がわかる。美味しいという感覚がある。体を自由に動かして汗をかくことができる。声を出すことができる。笑うことができる。これって全部当たり前のことだけど、当たり前じゃないんですよね。当たり前なんだけど、実は本当にありがたいことで、幸せなことで、その小さなことに目を向けていったら、感謝することって無限に出てくるんですよね。ポコポコポコ。いつも仕事が憂鬱で仕方なかったんですけど、その時はよく、でもそもそも仕事があるだけで感謝しないとなーって思ってました。だから毎日学校だるいなーって思う学生さんも、学校に行かせてもらえる環境に感謝。学びたくても学校自体がなくて学べない国とかね、たくさんありますから、こんなこと言ってますけど、今でももちろんこういうふうに思えないことたくさんありますからね。でもこう思うようになってから、自分が成長したなって感じたり、幸せだと思えることがすごく増えたので、感謝することって本当に大切だなって思ったし、コスパいいなって思いました。お金かからずに秒でできるじゃないですか。私の動画のタグをいつも見ている方はご存知かと思うのですが、私の日々の目標というか心がけていることは、一日一爆笑なんですけど、できるだけ毎晩今日もありがとうございましたって言ってから眠るようにしてます。生きていることに感謝してから眠るってことかな。なかなか眠れないこともあるけど、感謝して目をつむると穏やかな顔で眠れている気がします。一日一爆笑と眠る前のありがとう、ぜひお試しあれ。お試しあれ。そしてニューヨークから届いたものは何だったのかというと、じゃあお花です。バラの花束、すごいでしょ。
会社の方が連絡をくださって、私の作成してるコンテンツが大好きで、ぜひプレゼントしたいですって言ってくださって、まあ社交辞令だったとしても、遠く離れたニューヨークからね、こんなに小さなチャンネルを見つけて連絡をくださったことがすごく嬉しくて、改めて世界の方に見ていただけているんだな、本当にありがたいなって心がとても温かくなったんです。なので今回の雑談テーマに感謝を選びました。私を見つけてくださって、この素敵なお花を送ってくださったローズフォーエバーさんに感謝いたします。Thank you。 ありがとう。これね、職人さんが一つ一つちょっと手作りされてるみたいで、1年はこのままの状態で持つらしいんですけど、調べてみたら2年経ってもほぼ変わらない状態ですっていう方もいらっしゃって、びっくりしました。ほんとこのままだとバラの香りもすごいちゃんとして、嗅ぐだけでね、なんか女子力が上がりそうな感じです。かなりカラーが豊富でたくさんあって、この種類もいろいろあったので、悩みながら私はこの子を選びました。いただきました。私は母がね、お花が好きなので、花束をプレゼントすることはよくあるんですけど、自分がお花をいただくことってもうめったにないので、めっちゃニコニコしながら箱を開けました。よいしょ。何度も言いますが、案件ではないのに、なんか日本だから送料が多くかかるっていうことで、私の名前の特別なクーポンコードも用意してくださったので、興味のある方は動画の説明欄からぜひ覗いてみてください。お花、ちなみにこのバラの花束に合うように、今日は珍しく女の子らしい格好をしてみました。見えないな。普段パンツの方がね多いので、今日はスカートなんですけど、見えないからまたインスタグラムに載せておくので見てね。はい、今回は感謝をテーマにした雑談だったので、いつも同じことを言っている気がしますが、私の動画を見てくださっているあなたに心からの感謝をお伝えして、本日の動画を終わりにしたいと思います。
ます。いつもありがとう。ありがとう。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それでは